皆さん、こんにちは。今週の秀弘。ストーリー的には進んだような進んでないような微妙な感じですが、サービスシーンが満載でした。そんなわけで、いつも通り感想を語っていこうと思います。冒頭、早速何やら怪しい雰囲気でスタートします。机の上に見える袋はコンドームでしょうか。そして、画面に映るさゆと若い男。これはやっちゃってますね。さゆちゃんの目からハイライトが消えてます。俗に言う目ですね。いちいち描写が生々しいです。某回復術師のせいで慣れてしまっていますが、普通のアニメでは結構ギリギリの描写っぽいですね。男の喘ぎ声はいらないんだ。さゆちゃんの喘ぎ声を聞かせてくれ。そんなこんなしてるうちに男が果てました。使えない男だ。そして、布団で目が覚めるさゆ。予想通り夢でした。そして、吉田くんの出勤の時間。吉田くんも、さゆに寝癖ついてるぞなんて言っちゃって、相変わらずカップルしてます。会社で談笑する吉田くん。同僚もイケメンや美人ばかりです。さらに、家で、巨乳女子高生が家事をしてくれているとか、かなりのリア充ぶりです。さらにアフター5で、後輩ちゃんから映画を見に行きましょうと誘われます。モテまくる吉田くん。帰り際に後藤さんともすれ違います。後藤さんも、なんだか、吉田くんが気になる様子です。個人的には、後藤さんの彼氏のことが気になりますね。映画を見て帰る二人。そして、後輩ちゃんは、映画の話の流れから、今を一生懸命に生きますと言い、吉田くんにアタック。そこで、吉田くんの帰りを心配して探しに来たさゆが、後輩ちゃんが吉田くんに抱きついたところを目撃します。なんとも言えない気持ちになったさゆは、二人に見つからないように逃げ出します。さゆが公園で、吉田くんや自分の気持ちに気づけず、一人で泣いてしまいます。これ、恋じゃなかったらどんな感情なんでしょう。そして、そこに登場する後輩ちゃん。夜に一人で泣いてる女子高生を心配して声をかけてくれました。ここで、初のヒロイン同士の対峙です。とは言っても、まだ恋愛レース状態ではないですね。事情を聞くうちに、それぞれが、吉田くんの話をし始めます。話が落ち着いたところで吉田くん登場です。後輩ちゃんも、今は、深い事情を聞かず、吉田くんは、さゆを連れて帰ります。家に着いたら、おもむろに下着姿になるさゆ。そうだ、我々はこれを待ち望んでいたのだ。しかし、いや、早く服着ろと、さゆには、目もくれず着替えようとする吉田くん。吉田くん、ここまで成人すぎると怖いですよ。前世は仏か神でしょうか。そして、第1話と同じように、私女子高生にしてはおっぱい大きいよ、と誘惑します。吉田くんには、ぜひ、最後まで行かずとも、父の一つくらいは揉んでほしいものです。そして、今までの人は、みんな私を抱いてきた。そうされると、私の存在意義がある気がすると語りが始まります。そして、吉田くんに、私じゃ興奮しないと聞きます。吉田くんの前に、我々視聴者が興奮しています。そして、吉田くんは、お前は、顔もいいし父もでかい。料理もできる。興奮しないわけないだろう。と言います。よし。ここで、ついに我々が待ち望んでいたものが見れる。行け、吉田。でもやらねえ。俺はお前に恋してねえからだ。わかるような、わからんような理屈だ。お前が来てから家に帰るのが楽しみになってる。それだけでお前の色意味がある。かっこいい。まあメタ的に見ると第3話でやっちゃうわけないとは思ってたけど、よくわからなくなってきましたね。物語的な終着点はどこになるのでしょうか。ラブコメらしく結局くっつくのか、それとも普通の女子高生の道に戻すのか、個人的にはどちらにしても吉田くんには一度はさゆと何かしら交わってほしいものですね。私の予想ではおそらくこの辺からしばらくはあまりストーリーが動かないパートに入ると思います。ストーリーに動きがない場合は、さゆちゃんたちの可愛いところとかいろいろまとめていこうかなと思います。それでは、
今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。